ものによりますが、例えば模様とかですね、さ、大体一般のそうではないかな。ドームでいうところにするんですよね。2000、3000ドルになるんじゃないですか。2000ドルぐらいになるんじゃないですか。2600とかですね。はい。表していますが、例えばこの13世紀、14世紀頃ですね、コビラハの時代は一番広い土地を持っていまして、いわゆる世界の半分1億ぐらいを支配することができたこの時代と言っていますね。ですので、その時代の持っていました、支配していました土地の大きさなどを表しました例となっていますね。オランバトルシーを出ると、また3つの区があるんです。3つ。トータルで9。ここ何を売ってるんですか？ここは、揚げ餃子と変わってきます。大体モンゴルの人口の 95% ぐらいはモンゴル語で喋ってますが、話してますが、これました5%ぐらいは、ここですね、しかもちっちゃな落ちたら。3月になれば、冬でも春でも全然関係なく咲いてる。ケナグサもいろんな種類があるみたいですけど、例えばモンゴルです3、4種類ぐらいはあるんですね。でモンゴルで一番最初に咲く花はケナグサの花と言ってますが、アネモノと言ってますね。3月頃というと、まだ雪も出ていませんので、でも、ケナグサはちゃんとこの季節自体がすでに咲いている状態に見えます。ですので、雪が降っているかどうか関係なしで、今下から頑張って咲いている。これは亀岩いますか？前の。ではないですが、まあ、もうちょっと出してから作ります。そうですね。いろんな形の岩が見えます。モンゴル人の飼っている5つの種類の動物がいるんですけど、皆さん知ってますか？牛、馬、羊、ヤギとヤクは何でもあります。います。他にはヤギ、羊、ヤギ、そうです。ラクダ。この5つの種類の動物をモンゴル人は、昔から飼っているんですよ。もちろんモンゴル人の生活には長い間のこのもしかして何千年ですね、何万ではないと思いますけど、もう研究して、じゃあどういう動物を飼った方がいいですかということを研究してから分かって5つの種類の動物を飼うようになっています。まあ、馬というのはもちろんモンゴル人には、モンゴル人というと馬はなしで、いないで想像はできないと思います。ヘバー民族と言ってますので、
乗馬して世界半分以上ぐらいを支配することができたというのも馬とつながりますね。そして乗り物としては馬という動物を飼っていますし、そしてどうなんですか、馬みたいに走ってしまったりとか、体がちっちゃいからあまり乗せないとか、そういう問題なしで乗り物にいい乗り物になります。ですので、多いですね。例えば2つのココがついているモンゴルはそんなに一番数多くのあなたがなっていると思います。あとですね、長いロープを作る。そうすると例えば物を運ぶときにはロープが必要になるんですが、そうするとこの種類の動物から取りましたこの尻尾のところなどで作りました。ロープ上手なかなか簡単に切れない上手なロープなどを毎日の生活に入れることで綺麗な石だね、これ。がすごくいいです。モンゴルに一番よく合っている体に合う動物の花ですが、羊です。あとは油もですね、すごく人間の体に両方のものが入れるようになってますので、羊の一番美味しくて人間の体、特にモンゴル標高が高いところに住んでいる人々にとっては一番良いと思います。あとはですね、ヤギの肉もですね、食べますね。ちょっと外暖かくなってくるとヤギの肉をあんまり出ちゃうと切ってしまうということになりますので、このせいから我々のモンゴルの地域のモンゴルは作ってくれました大きな工場があるんですけど、工場は毎日中に置いてあるものをもう機械とかもですね、全部から作ってくれました。私たちにプレゼントしてくれました。今まで使われている帯、カシミヤ工場で作ってくれましたですね。このカシミヤ工場で作りましたコートとかマフラーとかいうのが世界中にすごくいいものとして知られているものですね。暖かくて柔らかいいいものを作っています。ホテルみたい。
Okay.さっきの亀石は自然の亀石となっています。今見えているのが亀という動物は他の動物と比べると一番長く生きている動物になっていますので、上にはなんか亀という動物地図を作ります。背中の方に鹿。どの寛解ですか？このモンゴルは弘法派で、ダライラマの絵とかはたくさんあちこちの寺の方で2週間まで無料で過ごせるシールとか布の上に貼り付けます。そして塗ってます。でこういう短歌絵の文化はモンゴルで17世紀頃に発展しましたといういらっしゃる千住観音様。観音様の中でもいろんな種類があるみたいですけど、このアリアバルジーの守りは千住、いわゆる同時にたくさん亀石をここから見えますか？亀石見えないでしょうか？見えます。全然亀に見えません。全然こっちから違う。違うね。はい。この辺は花崗岩で出てきた岩山がたくさん植物とかいろんな植物がなくされて自然のいろんな姿いろんな自然が揃っている。자연스럽게 하나 둘.